16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は整形外科医が考えるめまいの原因と正しい睡眠姿勢でこのめまいを改善しましょうというお話です。なぜあえて整形外科医が考えるというかと申しますと、一般的にはめまいというのは耳鼻科の先生が専門的に見ている領域と考えられています。もう少し広く言うと、耳鼻咽喉科、神経内科、脳神経外科、または一般的な内科などです。なかなかめまいがあるから整形外科に行こうとは皆さん思わないと思うんですね。しかしめまいの中にも整形外科医が見るべきめまいというのがあります。それが形成めまい、首のめまいなんです。ではめまいの分類からお話をしたいと思います。めまいには中枢性のめまいと末梢性のめまいがあります。中枢性という言葉あまり聞き慣れないかもしれませんが、脳脊髄といってこの脳に起こるめまい、例えば脳を怪我する交通事故で頭部外傷、頭をぶつけて頭に何か出血が起こったり、怪我をして脳震盪が起こったり、こんな怪我の後にめまいが残るっていうこともありますし、脳梗塞や脳出血といった病気、これでもめまいが起こります。確かに頻度は少ないんですけれども、とても重篤です。一緒に吐き気、頭痛、手がしびれる、クラクラすると同時に倒れそうになる、実際に吐いてしまう、ろれつが回らない、食べ物がこぼれる、このような症状も出るようだったら、それは決して放っておくことのできない重篤なめまいですから、急いで、脳神経外科や神経内科に受診することをお勧めします。また一方で末梢性めまい、こちらは代表的なもの、末梢性めまいの 40% とも言われるのが良性発作性頭位めまい症。これは耳石が動くことによって、回転するようなめまいが出る、このようなめまいが大半ですが、あとはメニエール病やめまいを伴う突発性難聴、こういった病気もあります。それ以外にも薬剤性めまい、薬によっては副作用としてめまいが出るもの、心因性めまい、心の症状、病気としてめまいが出るものもあります。分類についてお分かりいただけたでしょうか。私は整形外科医ですので、今日はこの赤い字で書いた形成めまいについてお話をしたいと思います。形成めまい、これは首が原因で起こるめまいのことです。日本平衡神経学会の定義では、首に原因があって、首の伸展や回転によって誘発される平衡感覚の異常、これを形成めまいと呼ぶそうです。形成めまいはいわゆる回転性のめまい、くるくる回るような回転性のめまいではなく、ふわーっと浮く感じ、自分が浮く感じや周りが浮く感じ、浮遊感、不動感、こういったものがあるめまいと言われています。どうしても整形外科にめまいでかかる患者さんは少ないですし、一方で整形外科医自身もめまいを訴えてきた患者さんに対して問診、お話を聞いたり診断をして治療するということは日本ではなかなか少ないと考えられています。高橋脳外科皮膚科医院の高橋先生、この形成めまいの研究をされている先生ですが、先生によれば、その診療所にいらした患者さんの
なんと 89% にこの形成めまいが見られたという論文が出ています。そのぐらい形成めまいとは実は頻度が高い、めまいなんです。しかしなかなか、整形外科を受診することが少ないわけですね。先生はこの形成めまいの患者さんには特徴があって、こういった背景、こういった生活をしている方に形成めまいが起こりやすいと言われています。それはどんなことかというと、若い人と比較的高齢の方を分けて考えるんですが、若い方ではこのようにパソコンを前かがみで長時間行ってしまう、いわゆる不良姿勢ですね。それからやっぱりスマートフォン、前かがみで長時間ゲームやメール、LINE など一生懸命になってあっという間に時間を忘れてやってしまいますよね。あとは日々の仕事、これもどうしてもうつむきでやる事務作業であったり、パソコンに向かう仕事が多いわけです。一方、中高齢になってくると、たまの休みにガーデニングをするとか、庭仕事をするとか、日々の、台所でのキッチンでの作業、また掃除など、意外とこのうつむき姿勢っていうのは多いですよね。体が軸から外れて悪い姿勢になってしまう。一生懸命根を詰めて前かがみで作業してしまう。こういうことが長時間続くと、ふわふわとした形成めまいが起こってきます。また別の医師で脳脊髄センター所長の近藤先生も、この形成めまいが起こる原因の一つに高さの合わない枕、これを使っているケースがあると指摘しています。私も多くの患者様を外来でこの形成めまいを訴えてきた場合に、高さを適切に合わせる方法を指導して改善した例をたくさん見てまいりました。大事なことは、このようにふわふわと柔らかい枕、これを選んでしまっていることにあるんですね。なぜこういったものを使用しているんですか？感触が気持ちよくて、ついつい選んでしまいます。感触が気持ちいいので選んでしまう。はい、はい、高さは気にしていますか？高さは意識したことないです。一人一人の体は体格違うじゃないですか。でもあまり高さは気にせずに、感触、柔らかさ、肌触りを気にしてしまうっていうことですか？気持ちいいを優先して選んでしまいます。これが罰なんです。もしかしてふわふわしためまいありませんか？たまにめまいはあります。ふわふわした感じで肩こりとか肩甲骨あたりも痛くなったりします。首肩こりやこのめまいが同時に起こってしまうこともあるということですね。はい、私はぜひそんな方に枕の高さを調節するということを、お教えしたいんです。枕の高さを合わせるときに重要なことは、上向きでも横向きでも両方の姿勢にぴったり合う枕の高さを一つ決めていただくことです。横向きでも上向きでも高さが合っていると、非常に寝返りがしやすくなります。そして見ていただいても分かるように、寝返りをするときに頭がぐら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 揺れることがありません。このようにしっかり高さがあって硬い枕を使っていただければと思うわけです。寝ているときに頭がぐら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 横を向こうとすると、枕が沈んだり動いてしまう。このようなことが起こると、朝起きた時からふわふわする形成めまいが起こってしまう可能性が高いんです。ぜひ今晩からしっかり硬くて高さのあった自分体に合う枕を使ってみてください。はい、早速今晩から使ってみます。
この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。